日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は時々日本語学習者さんから質問される開く、開く、開けるの違いについてお話しします。ほとんどの日本人はこれら3つの言い方を無意識のうちに使い分けていますが、それぞれがどう違うのかと聞かれるとなかなか分かりやすく説明するのは難しいようです。これら3つの言葉は個人とか地方によって少し使い方が違うことがあります。またどちらを使っても大丈夫なこともありますが、どちらかだけしか使えないこともあります。ですから今日の動画をよーく最後まで見てください。まず最初に開くは自動詞にもなるし他動詞にもなるという特別な動詞だということを覚えておいてください。つまり何々主語が開くということもあるし、何々目的語を開くということもあります。でも開くは自動詞にしかなりません。ですからドアが開くということはできますが、ドアを開くということはできません。では開くの他動詞は何ですか？そう、開けるですね。ではまず自動詞の開くと開くの違いを考えてみましょう。この2つはとても意味が似ていますが、開くの方は立体的な動きを表すことが多いです。このように上下左右に広がって中が見えるようになるイメージ、これが開くですね。開くの方はもっと平面的です。このように平面的な動きを表すことが多いんです。では問題です。風が強いところにノートを置いておくと、このようにノートが動きました。こういう場合は何と言いますか？風でノートが何々た。これは開いたですね。風でノートが開いたですね。ノートや本はこのように立体的な動き方をします。ですから開くの方をよく使います。では次の問題です。これは何ですか？こういう瓶のことを日本語ではペットボトルと言います。硬いです。よいしょ。はい、やっとペットボトルが何々ました。この場合はどうですか？これはペットボトルが開きましたですね。瓶とか缶の蓋は開くを使うことが多いです。じゃあ次の問題です。これは何ですか？これは花のつぼみですね。つぼみができた後どうなりますか？花が開くですね。花が開くという言い方は普通はしません。花が開くのも立体的な動きですね。では次の問題です。ドアが何々ました。これはどうですか？これはどちらでもいいです。ドアが開きますも使いますし、ドアが開きますも使います。もしこのような形のドアなら開きます、開きましたをよく使います。立体的な動きですね。そしてこのような形のドアなら開きます、開きましたをよく使います。平面的な動きですね。でもここで皆さんちょっと疑問が出てくるかもしれません。このような平面的なドアでも開くときにドアが開きますというアナウンスが聞こえてくることがあるのはどうしてだろうと思うかもしれませんね。ドアが開きます。ドアが開きます。
皆さんこれはどうしてだと思いますか？実は開くという言葉はどちらかというと目的を重視する言葉です。障害物を取り除いて通れるようにするということに重点が置かれています。でも開くっていう言葉には上下左右に動くその動きそのものとかその過程を重視することなんです。ですから今からドアの部分が動いて危ないので気をつけてくださいと皆さんに注意してほしい時にはドアが開きますというアナウンスをよく聞くんですね。この時にはドアがどんな形をしているとしてもドアが開きますをよく使います。開きますというアナウンスはあまり聞きません。ということで自動詞の開くと開くの違いは平面的か立体的か、そして目的を重視するのか、それとも動きそのものを重視しているかという違いがありましたね。これと全く同じことが他動詞の開くと開ける、この2つにも当てはまるんです。例えば皆さん魚は好きですか？日本の伝統的な魚料理の中にこういう一夜干しという料理があります。この一夜干しを作るときに包丁で魚に切り込みを入れますね。ここで問題です。このような動作のことを何と言いますか？魚を、これは開く、魚を開くですね。開くときにはこのような立体的な動きをします。ですから魚を開けるとはあまり言いません。では次の問題です。今あなたは手をグーにしています。グーにするっていうのはこんな風にグーッと握ることです。この状態からこのような手の形にすることを何と言いますか？手を、これは開くですね。時々これを開けるという地方もあるようですが、一般的にはこれは立体的な動きになるので開くの方がよく使いますね。よくお医者さんが注射をするときに手を握ってください、じゃあ手を開いてください、こんな風に言いますよね。では次の問題です。あなたは今来週のパーティーの計画を立てています。誰を呼ぶか、どんなパーティーにするかは全部あなたが決めます。この時何と言いますか？来週パーティーを、これはパーティーを開くですね。何かイベントを計画してそれを実行する場合、開くを使います。パーティーを開く、会議を開く、こんな風に使います。では最後の問題です。店をの後にはどちらの動詞を使いますか？これは両方使うことができます。店を開くということもできますが、店を開けるということもできます。ただこの2つの文は意味が違います。新しく店を作って始める場合は店を開くと言います。でも朝店に行って店の準備をして開店時間に店のドアを開けるときには店を開けると言います。このことから開けるより開くの方がより抽象的な意味で使われることが多いということができそうですね。はい、わかりましたか？今日は自動詞の開くと開く、そして他動詞の開けると開くの違いについて考えましたね。近いうちにこれらの言葉と関係がある閉める、閉まる、閉じるの違いについてもまたお話ししますね。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録しておいてください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。